です。今日は長野の千曲市にあるローズマジックマシーンさんにお邪魔しております。代表の一郎さんです。よろしくお願いします。お店はローズマジックマシーンは今何年2003年の5月にオープンして、17年と5ヶ月ぐらいです。はい。お店のコンセプトっていう、コンセプトはまあでも最近の感じだともうチョッパーとあとラバーマウントの FXR ダイナとかが多くて、でまあショベルとかでリジットで作るにしてもなるべくその走りがなんかこう具合悪くなるようなのはあまり、古いパターンのタイヤもほとんど使わないし、お客さんの要望がある時ぐらいしか危険性というか普通に乗るタイヤじゃないよっていうのももちろん説明してなんだけど、押し付けではないんだけどなるべくそういう風にで車高低すぎるタイヤバイクとかだと結局長野ってどこ行くにもやっぱり山道とか峠越えたりとかっていうのがあるから、実際にそういうのをツーリングとかしてみるとやっぱりやっぱ具合悪いよねっていう部分もあったりとか、だから自然にだからそのフリスコっぽい感じのバイクになっちゃってるかなっていうのは。でもともとスプリンガーでリジットで作ってくれってなってても乗ってるうちにじゃあフロントナローフォークにしてもうちょっと車高上げようかなとか、だから結構、地域によってねやっぱりもともといた大阪と比べるとやっぱり作るバイクもやっぱその辺はちょっと考えて作るようにはなったかなっていうのは。一郎さんはどこ出身なんですか？出身は新潟。新潟なんですか？小学校6年まで新潟で大阪？いや中学校が東京で神奈川の高校行ってほんで大阪行って10年行ってから長野だ、一番長野が長くなっちゃった。大阪はどっから10年行ったんですか？何から10年？大学で行ってで、スポーツ推薦に入ったんだけどもう辞めちゃって、ほんで働き出してその後バイク屋入ってみたいな感じで、そこでじっくり5年ぐらい、ヘッドブローっていうところでやってて、で独立して長野に来て。なんで長野なんですか？いやーなんか天の弱が発動して本当は九州とかいろいろ考えて、かみさん九州だし、ほんで大阪でやるってなると結局もともと働いてた店の競合相手みたいになっちゃうのも嫌だから、そこを離れようと思ってでいろいろ探してる中で俺も実家が新潟だからで長野のハーレー事情とかもなんかよく分かんなかったんだけど、若さゆえの勢いで。何も知り合いもいないとこにポンと来ていきなり始めちゃってそういう感じで、でもなんとかやってる感じで17年。バイク屋になったきっかけは22の時に最初のハーレー買って、お金もないしギリギリで手に入れて、でそれがそんなにいい状態じゃなかったから、すぐその時お世話になった6モーターサイクルに出して、でガスケット交換ついでに配管も入れたりとかしたらググッとこう全然違うバイクになって、うわ面白いと思って、そこでもう一気にはまっちゃってほんでだから結局乗るだけで入ったんだけど、やっぱりそのいじる側になりたいというか、で出入りしてる店とかもね6とかもよくお邪魔して作業風景とか見てて、これ仕事としてやりたいなって、なんとなくもと若さゆえの何も知らずにやりたいからやってみたいみたいな現実を知らずに、だから結局入った頃はね乗ってたのもエボの FXR 乗ってたからそんなにいじるとこもないから、だから別に本当にもうど素人でもう完全にど素人で入って毎日洗車して磨いて部品洗っとけはいはいみたいな状態から全くバイクの、そういう知識もない状態で入ってよく雇ってくれたなとは思うんだけど今考えると今一郎さんのところにそういうの来たらどうします？断るよ分かんないけどね。で俺入って、で最初は2人で社長と2人で、手伝いで来てたメカニックの人もいたんだけど、そんなんしてるうちにだんだん視点を出したりとか人が増えたりとかしてなんかそんな感じで5年そこでお世話になって、で結構ねカスタムショーとかにも出てた店だったから、でタイミング的にもうそろそろ独立して自分でやろうかなって言って、年齢的にも20代だったんだけど
もう今のタイミングしかないかなと思ったから、今何歳ですか？今46歳。46歳。こっち来たのって30？いや30になる前、29になる年、29になる年に来て、そこから17年だから老けたなと思ってあちこち痛いしさとか、でも結局まだその大阪にいた時からやっぱりそのカスタムショーに出すようなお店じゃもともとなかったんだけど、もう社長もだからに出したい、クールブレーカー出したいとかいう話してたら、じゃあ出そうかって言って出したり2回ぐらい出したんだけど、結局独立してから自分でこういうのを作りたいっていうのが、まあある程度お客さんの了承を得れればね、自分の本当にやりたい形とかができるようになったから、その中でどうだろう、印象に残ってる。だからやっぱバイブスの表紙になったやつは、まあバイブスの表紙をまあなりたいっていうのは多分うちらみたいな仕事してる年齢、俺らと同じぐらいの年齢の人は多分みんな思ってたと思うから、それはまあ印象残ってるじゃ残ってるし、あと今ね来てるリュウ君のバイクとかは最初になんか俺が何者かも分かんないのにね、じゃあ任せるわっつってやらせてくれた人だから、そう最初になんかこうフルカスタムでじゃあもう任せるわってやらせてくれたのが彼だったから。まあ最初はね、どこのドイツか分かんないやつ、変な大阪弁喋ってるやつ来たなぐらいで怪しまれるじゃんね。そんな中でもなんか、最初になんか思い切ってこうオーダーしてくれてみたいな、まあそういう意味では最初がリュウ君のやつきっかけでできてからやっぱりじゃあ俺もみたいなのもやっぱ影響はあったから。じゃあリュウさんと付き合いの17年になってそう店オープンして本当1ヶ月もしないうちにプラーっと来て不機嫌そうな顔してきてここの店は高め安めって最初に聞かれたからいやー高くもないし安くもないと思いますよみたいなとこから始まってるから、もう長い付き合いで助けてもらってます。割ともう根付いたっすね、長野に割と。どうなんだろうね。若いお客さんもでも本当去年とか今年、うちもだから結局インスタグラムとかも始めてで、そういうの情報が発信するようになってから、タイミング的にもなんかあるのかも分かんないけど、去年今年で買ってくれて新規でまたお客さんになったお客さんとかはもう平成生まれが結構多くて、本当にいやそのちょっと前まではね、本当にだからもうなんかハーレー乗ってる人おじさんばっかりになっちゃったみたいになってたんだけど、結構若い20代の人とかもまた乗り始めてる人もちらほらだけどいて、だからまたもう一回そういうなんかまたその友達がじゃあハーレー乗りたいなとか、今新車で買ったインジェクションのハーレー乗ってるんだけど、その仲間に影響されてこういうのもいいなとかカスタムしたいなってなっていけばいいなと思って。それツーリングは月1をやるっていうようになったのは2年ぐらい前。2年ぐらい前から、ほんでいやうちがっていうか俺も常連さんとかと話してて、ほんでやっぱりその俺自身も乗らないとなっていうのもあったから2年ちょっと前3年目ぐらいかな、今年で3年目かな。で月1でみんなやっぱ年齢層もお客さんも上がってきて子供いたりとか出づらくなってるお客さんもいるから、なかなかその1泊2日でとかミーティング行くとかいうのもみんな行かなくなっちゃってるし、ただ乗るきっかけがやっぱりないとなかなかなっていうのがあって、じゃあ昼飯食い行くぐらいだったら時間もみんな取れるし、で声かけてやりだしたんだけど、やっぱりみんないいきっかけになったみたいで、乗ってなかった人もまた乗り出したりとかもあるし、で僕自身もだから結局乗らないとやっぱり説得力ないっていうか、このタイヤはこうだなとかこういうサスつけたらこうだなっていうのも結局なんか説得力もないし、でやっぱ乗る楽しさがなんだろう、また思い出してっていうのもだから必要だしなと思って、今表にある96年のダイナ、エボダイナでやっぱりもう昔みたいにショベルとかパンとかを自分で乗るっていうのはもう疲れるし楽に楽しくもう純粋に乗るのを楽しむの方がいいなと思って、もうね10年以上ショベル乗ってる人とかもいるけど、やっぱりその乗る頻度が減ってるっていうのもあったりするから見てると、もっと
気楽になんかでも楽しく乗れてカスタムもできてみたいなのでやっぱり考えると今はなんかエボ推しなのかなみたいな。自分自身も乗っても楽しいし、基本的にはもうその、ショベルとかパンとかの旧車のチョッパーもやるし、キャブ車のツインカムまではやる感じで、結局自分のバイクだけど、愛車という名の中古車だから声がかかれば売るんだけど、だから自分が乗るので、だから今もだからつけたことなかった、まだお客さんとかにもつけたことないサンダースのレバーとかをつけてみて、実際こうだよとかやっぱ説明できるし、でツーリング行っててね、先でバイク変えてとかもできるから、そういうのでなんかいろんなきっかけになればなと思って、ツーリングもやっぱバイクって楽しいなみたいな一番最初のバイク屋になる前のところも思い出して、そうで最初のバイクが FXR だったから FXR だと一番いいかもしれないけど、そこはそのタイミングもあるし、タイミング的に合えばまた同じ年式の最初に乗った90年の FXR もまだ乗りたいなと思ってて、うちとしてはだからその結局なんか若い層のハーレー乗りをやっぱ増やしたい、ほんで年齢層関係なく、車種関係なく、スタイル関係なく、その長野のそのハーレーシーンっていうのが盛り上がっていけばなと。でカスタムショーとかそういうのももちろんあるけど、そういうのはタイミングが合えばもう毎回そのショーには出さなきゃいけないとかそういうわけじゃなくて、お客さんが希望すれば出すしみたいな、昔みたいにね肩に力入らずになんか自然とこう増やしていけるきっかけになればなと。でどうしてもやっぱり来たことない人とかカスタムとかにあんまりまだ入って来てない人とかってどうしても来づらい店になってると思うから、そういうとこがちょっとずつ緩和して普通にツーリングしてる、楽しそうにツーリングしてるなみたいな、楽しそうにやってるなっていうのでなんか自然と人が増えていけばいいなとは思ってます。一郎さんとしては男一郎としては俺男一郎としてはでもそのなんだろう、先のことはあんま考えてないからそう言われると困っちゃうな。でも楽しくなんだろう、そんな長生きしたいっていうあれもないし、好きなことやって飯も食っていければいいなみたいな。で子供も独立してったりもするしね、より肩の力が抜けてって全く肩に力入んない状態でやれるような感じなんかなと思ってはいるんだけど、いや俺的にはそのハーレー乗り、自分が若い時にハーレー乗り出してからできた友達とかつながりっていうのがすごく大きくて、ほんでもう大げさ、若い時だったから大げさに捉えてたんだと思うんだけど、いや俺ハーレー乗って人生変わったなってその時は思ってたから本当に。ほんで実際に最近乗り出したお客さんとか若いお客さんとかも今ツーリング行ったりとかしてるメンバーとかと年もね10歳20歳違くてもやっぱ同じ好きなものが趣味だからっていうののつながりって他のバイクでもあるんかもしれないけど、ハーレー乗ってる人たちはなんかよりそういうのが強い気がして、だからハーレー乗ることによってそういうつながりができたり仲間が増えたりっていうね、付随してくるものとかの方が大きいのかなと思ってるから、だから若い人たちとか今はまだ乗ってないけど乗りたいなっていう人たちにはもうぜひ乗ってもらって、そういうハーレーに乗るっていうことプラスの楽しみというかそういうつながりができたりとか味わってほしいなみたいな。いや今日は昨日とかその辺と比べて急に寒かったですけど、いやもうだいぶ一気に寒くなって10度以上下がっちゃったんで、でも天気は良かったんで紅葉も綺麗だったですもんね。いやそんな中皆さん集まっていただいて、もうありがたいです。ありがとうございます。お声掛けしていただいて助かりました。今日はとても充実した一日でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。